はい、どうも、です。今回はですね、4231、今流行りのね、4231を紹介していきたいと思います。これ自体はですね、海外の FC プロ、ヨーロッパの方で、世界、優勝した方ですね。そちらの方で優勝した方が使ってたフォーメーションになります。試合も見ましたけど、ほとんどがね、ギブ勝ちということで、1試合目はちゃんとやっても2試合目でほとんどギブになっておりました。で、見てても明らかにそのオーバンっていう選手がめちゃくちゃうまいっていうのもあるんですけど、使ってた主なプレーとしては選手ロックであったりとか、あとは、プレジションでの三角パス、サイドからですね。普通に出したら多分通らないっていう判断して、プレジションパスっていうのを結構出したんで、あの辺は結構参考になったなと思います。あとやっぱ選手ロックの使い方がめちゃくちゃうまいなっていうのと、ダイレフラスル。もしくは、あとはパワーシュートからのコーナーキックっていうのがめちゃくちゃ多くてですね。で、最近で言っても FCS で、J さん使ってたりとか、エビさんが使ってたいってことで、あの前とかにもちょっと自分もね、もう真似してやってはいたんですけど、オーバーの真似をして、なかなかうまくいかなかったっていうのもあって、他にちょっといじりすぎてよくわからなくなってもう一回4231ですね、メンバー人生を変えてやったので、この辺紹介していけたらなと思います。ちょっと以前のね、ダイレフラスであったりとか、パワーシューの動画とかも出してるので、その辺も見ていただいて参考にしてもらってですね、最後にゴールシーンも載せますので、そちらも参考にしつつ見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、カスタムで4231の、キャムですね。3キャムを使ってます。で、バランス60で、ここに関しては、ちょっと自分も試合やってて、今、シソゴがセンターハーフ、この後人生の話もするんですけど、センターハーフにしたときに、このギャップ、キャムと CDM のギャップが広すぎて、めちゃくちゃやられるというのがあって、60が本当にいいのか、ダイレフラスの環境でもあるんで、あんまり高くしてると、疲れる可能性もあるんですけど、あれだったら高くする70とか95でも全然問題ないのかなと思ったりします。相手の戦術次第でここをいじるっていうのは結構ありなのかなと思うので、もう本当に合わない時には、逆に下がりすぎて、もうめちゃくちゃ詰められたりとか、あとリベラ歌いたりとかっていうのもあったりするんで、その辺ね、ちょっと、わざと下げてるって部分はあるんですけど、CDM2 枚と、サイドバック両方上げちゃってるので、その辺の兼ね合いもあって下げて、そこで取り切るっていうか、ブロックとかで止めるっていうのもあるんですけど、ここに関しては好みで変えるのはありかなと思います。で、早速選手指示ですね。キーパー、スイーパーキーパーになってます。真ん中ディフェンダーですね。で、両サイドウィングバックにしてます。これでサイドバック、参加させていくって感じです。で、CDM がやっぱり2枚いるんで、その関係でウィングバックが結構いけるかなっていうところは感じてます。ワンチャンね、攻撃的サイドバックとかも試すのもありなのかなとは思うんですけど、そこはちょっとおいおい試しつつっていう感じかなと思います。いろいろね、この辺はまだあんまいじってなくて、前線の選手変えたりとか、後ろ変えたりは結構してるんで、その辺も紹介していけたらなと思うんですけど、で、ここはセンターハーフですね。センターバック位置に下がってくれて、そこから、カウンターアタックを防ぐということで、3バック的な動きをしてくれます。ただこれがやっぱプラプラじゃないと、微妙な位置関係に対してディフェンスラインが逆に崩れることあるんで、四足を使ってるんですけども、逆にコケとか使ったところで、コケプラプラや使ったんですけど、守備能力がちょっと四足とかに比べて取り感悪すぎて、逆に失点が多くなってしまったんで、今四足を使ってるんですけど、他にもね、プラプラの選手を使うべきかなというのは思います。はい。で、スタンウェイですね。ここはもう、強パスを自分自身入れたいというのもあって、スタンウェイ入れてるって感じになります。で、トップ下3枚はプレイメーカーですね。前がアドバンスフォワードとなってます。で、人選の話をしていくんですけど、正直ここで重要なのは、ディフェンスラインは、もちろんウィングバックプラプラの方がいいとかはあるんですけども、これに関しては、ポイントとしてはもうエアリアルプラスを絶対入れてくださいってことで、理由としては、このパワーシュートですね。パワーシュート打った後のコーナーキックで点を取るっていうのは結構、攻撃のメタにもこのカスタムになってますので、その辺は結構重要かなと思っております。で、あとですね、守備能力であったりとか、ここのパスのうまさっていうのも中盤には欲しいかなっていうところと、サイドバックに関しては上げるんで、上げた時に攻撃に困らない選手を入れるべきかなと思います。だから若干ね、このサネッティとかだと、ちょっと物足りなく感じる時もあったりはするんですけど、この辺は全然これでいいのかなと思います。で、トップ下に関してはもうブルーの、もうここに関してはロブタツ必須かなとは思うんですけど、
海外の大会とか見てると、チャールトンであったりとか、高額選手になってしまうんで、その辺がちょっと難しいなとは思うんですけど、使えるんだとその辺も使うのもありかなと思います。ロブタツ自体が今、プラスになると本当に選手がいなくてですね、見てても。高額選手とアイコン選手ぐらいかなと思うんで、あとはグラフェンかにはなるけど、キャムではないと思うんで、はい。こうなってくるかなと。キャムになってやっぱブルーになってしまうのかなと思います。で、ここにホラン入れたのは、もともとムシアダ使ってたんですけど、どっちかに、強パス欲しくて、強パスもしくは、ダイレフラスできる選手が欲しかった。パス数値がちょっとある程度高い選手が欲しかったっていうのがあって、この選手一回試しで入れてるんですけど、で、この選手、白でもダイレフラスがやっぱりできたので、ゴールハイライトシーンで見てもらえたらなと思うんですけど、ここわざと入れてるって感じになります。で、強パスでここに入れて、速いボールで入れてダイレフラスも強いんで、こっちが入れてるって感じですね。片側やっぱ速い選手はドリブル上手い選手。本当はここムシアラでもいいんですけど、ケミの関係上とか、あってどの番に回してるって感じです。で、前に関しては、ちょっと自分がね、ダッシュフォード、ボンバティエボやってればよかったんですけど、ファーストタッチの関係ですね。ファーストタッチ持ってないから、ちょっと気になってこっちに変えてみたんですよ、ファーストタッチ。ファーストタッチ持ちの方がパワーシュートめちゃくちゃ強いです、本当に。はい。収まりがいいのと、そのままそのままの、パワーシュートまでのスピード感がちょっと違うなって個人的には感じてるんで、明らかに得点も増えましたので、こちらを使ってる感じですね。はい。で、このスカット見てもらってもわかるように、後ろは別としてね、最高なんてファンダイク、サリバーでも全然いけるんで15万ですし、中盤もそんなにコインかかってないんですよ。見ていただいてもわかるように。ただこれでも普通に攻撃力あるし、左に関しては普通にエボですし、右はアイコン作ってますけど、これも全然他の選手でもいいかなってとこもありますし、はい。で、これを見ていただいて他にスタンウェイとかシソコで、ブルーノでホラン、ドノバン、テルとかで普通にやれてます。もちろんこれに、上位互換で言えば本当にオーバーが使ってたような、右にジノラ、前にドログバ。ドログバはできたら買った方がいいと思います。もう本当に ST めちゃくちゃ重要なこのカスタムになってるんで、ドログバもしくはサバタのエボであったりとか、そうですね。他のパワーシとかの、もう本当にファーストタッチ、シールド、エアリアル。優先順位的にはやっぱファーストタッチ、シールドの方が個人的には優先かなと思うんですけど、一番の優先はもちろんパワーシールドプラスですけど、はい。その辺かなとは思います。で、ここに関してはブルーノになってくるんで、この両サイドはもうコスパで言うとムシアラとか SBC で言うとムシアラとかホランとかも全然ありですし、こういうドノバンとか入れるのもありですし、ボンマティ入れるのもありですし、金ボンマティですね。とかも全然ありかなと思います。で、個人的にやっぱ補強したいなと思うのはこっち。中盤がね、本当に、今、そことかでもだいぶきつくて、プラプラにしないと本当にディフェンスライン崩れすぎて、すごい気になるなっていう印象はあるんで、こっちをやっぱ優先するべきなのかなっていうのはちょっと思ったりはしたりはします。あとは ST かな。はい。結構ね、このカスタム自体が本当に強くて、しかも、前線見てもらってわかる、本当にコスパで抑えれるようなスカットでも、本当に攻撃力爆発的に強いんで、ぜひ使ってほしいなと思います。で、この後ですね、ゴールシーンも載せてますので、よければ最後まで見ていただいて、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。
なと思います。まあ自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。まあ実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、まあこれに関してはまあ利益というか、手数料が入ってないとかいろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ、今作もできたかなとは思ってます。一応まあ自分としてはまあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構まあ X とかで載したりとかもしてますけど、まあ前作で言うとまあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ選手がねやっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあ、コインは結構必要かなと思います。まあ、大作も同じ感じでね、情報は出していこうかなと思うので、まあ、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、まずTwitch であったりとか、YouTube についての方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあ、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近で出たシャビとか、7万9000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスのまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。でまあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるという感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、まあそれでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ来作も、まあ多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、まあちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあプレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ自分としてはまあランク1だったりとか、まあ FCS で言ったら、まあちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインにベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ一応自分の中での実績ですね。まあアジア大会も出たりとかもありましたけど、まあそういった実績とかもあるので、まあそういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、まあこういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあこのコーチング動画に関してはまた前にも一回出したと思うんですけど、まあコーチングしますよっていう感じのやつですね。まあこういった感じで募集かけてまたやっていこうかなと思ってるんですけど、まあおすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ興味ある方は、ぜひ、まあ概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、まあ最後にですね、まあ、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、まあ動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、まあプレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ別の情報ですね。まあ、やっぱりまあこれを特典にしてる関係上、まあこういったFC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあ、ライブ配信とかでは、一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあ、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあ、こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあ、ディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。